レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。兄ちゃん漢字の読み方クイズ作ってきたから答えてね。いいぞ。じゃあまずは成長の成に就職の就で何て読む？なりつく。ブブ。正解は成就。じゃあ次は立つに春で何て読む？立ち春。ブブ。正解は立春。じゃあ妖怪のように艶って書いて何て読む？妖艶。ピンポン。正解。じゃあ立身弁に光るって書くとぼけるっていう字と惚れるで何て読む？甲骨。ピンポン。正解。じゃあお酒に池、肉体の肉。主治肉林だろそれ。なんかこの人エロい感じやめるとても嫌。もうなんだか距離を置きたくなりますね。ちょっともう怖いのでクイズはここまで。じゃあ兄ちゃん今日掛け声教えてください。いや普通にクイズに答えただけなのになんか失礼なやつだなお前。お前今回とんでもねえ母音かもしんねえからよく聞けよ。嫌だわ。よく聞け。聞きませんわ。今日の掛け声はこれだ。えいおうおんえおんああ。えいおうおんえおんああ。わかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。ヘイショーモンって俺のことか？マサラカ。マサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカ。スパイエアのマサラカ。時刻は夜8時30分もありました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアバサラカお送りしていきます。惜しかったよ。ヘイショーモンは分かったんだ。分かった。えオンあぶっ飛んじゃった。全然合ってねえ。ヘイショーモンって読んじゃった。ああそのままいやそのままだったよ。惜しかったね。今日6月2日がルビの日らしいです。もうさっきルビって何ぞやっていうのを教えてもらったけどね。振り仮名のことっていうことでいいですかね。難しい漢字に振ってやる振り仮名をルビというらしいです。はい。社会に振り仮名を適切に増やすことで、あらゆる人が学びやすく多文化が共生する社会づくりを目指すという理念を掲げている財団、ルビ財団が語呂合わせにちなんで制定しました。ルビの日がもっと浸透すればいろんな漢字にルビが振られてケントさんが恥をかくことも減るはず、たくさん広がるといいですね。いや本当にそう。いやでもルビには救われてるからね俺は。でもルビ財団の人のやっぱ目が届かない個人が作ったクイズサイトとかあるじゃん、あそこにはルビないんですよ、だからヘイショーモンって読んじゃうんですよ。いやまあヘイショーモンはやっぱ読んじゃうんですよ。読まない。読むんだよ。難しい字じゃないじゃん。難しいよあれは。平のって何ってなるやん。むずいよ。それは勉強しとけって話なんです。ルビ財団も義務教育は受けているであろうっていう体でやってるから。ルビ財団の人もっとちょっとお願いしますね。ちなみに、これ読めますか？書きに、はじめましてのはじめ。どう？書き初めじゃなくて？バカにしすぎじゃね？いやびっくりするわ。いやもうあまりにも簡単すぎて俺何を書いてあるのか分かんなかった一瞬。ね、じゃあルビ財団とズブズブになっていくしかないですね。いやほんと力貸してください。この番組はルビ財団の提供でいいね、言ってみたい言ってみたい。メッセージもいただいてますよ、ラジオネームあいあいさん、ありがとうございます。陽介くん、健太さん、こんにちは。こんにちは。我が家は納豆大好き家族、なので冷蔵庫にいろんな種類の納豆を常備しています、納豆を開封すると醤油だけではなくからしも漏れなく入っています、私はからしが好きでも嫌いでもないので、納豆に入れて食べることはあまりないのですが、このからしは何かに使えるかなと思い、とりあえず冷蔵庫に入れておきます、それを何度も繰り返すので冷蔵庫の一角にいつのかわからないからしたちが眠り続けていますどうしましょうか、何か使い道はないでしょうか。陽介健太さんは納豆にからしは入れる派ですか？はい、
もう捨てよ捨てよ、うんいやもしくはあるよ、シューマイまずう。うんうん。でもさ、でもうちょっといくと角煮、ああと肉まん、確かに。この3つぐらいはで肉まん特に冷凍しとけるし保存も効く。肉まんって味ぽんつけて食べる？絶対つけない。ねえ、そうなんだよ。どういう話？あの陽介がじゃなくて、俺東京来て一番悲しかったことは、俺セブンイレブンの豚まんが大好きなあうまいね。わかるわかるわかる。最近俺ハマってるあれ豚まんうまい。あれ買った時に、うんからししかくれない。あれからしくれるのまだ優しくない？と思って、いやこれ自分で取るやつかなと思って、置いてあるじゃん、ケチャップとか、パッと見ても酢醤油ない。福岡ではからしと一緒に酢醤油もらえるんですよ。いやね、これびっくりした。もうだってちっちゃい頃から肉まんはポン酢につけて食べるものってやってきたから。でもさ肉まんの皮がさぐじゅぐじゅにならん？それがうまいんだよ。いろいろありますね。そうはいまあでも溜まったからしは捨てましょね、うん俺はもう醤油もからしも使わないからその場で捨てちゃう。う。なるほどね。らしいです。はい。さらに来ております。はい。ラジオネームゆうちゃん。はい。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。ツアー感想お疲れ様でした。はい一息つく間もなく、海外でのライブがたくさん待ってますね。そうですね。スパイの皆さんが海外を駆け回っている頃、私は人生初の海外出張でインドへ行ってきます。すごい。海外は旅行で何カ国か訪れたことがありますが長距離の移動も仕事での、海外も初、そしてなんと胃腸が激弱人間です、ライブであちこちを飛び回っているお二方からの、海外アドバイスあればぜひお願いします、元気に10日間の出張を終え現地のインドの人たちとサムライハートを熱唱するのが大熱唱するのが目標ですということで頑張ってください。あへいへいみたいになっちゃう。でもインドどうなんだろうね。インドはね絶対に水道水危ないよ。まあそれね結構どこでもそうかも。まあでもみんな言うよね。で瓶のジュースみたいな、瓶ってさこう業者っていうか店頭で売ってるそこの店が独自に洗って詰め替えるっていうことをするらしいから、ペットボトルもする。そうだから口を直でつけるなみたいなね。缶だよ。でも缶も危ない。缶も危ない多分、っていうからだからまあお金で買ったものも一回こう拭いて飲んだりとかね、洗ってから飲んだりするんじゃないかな。いやー俺も胃腸が激弱だからアドバイスはできない。もう気合気合で陽介は割とあれだよね、海外の食合わない系だよね。アジア圏弱い。アジア圏弱いね確かに。そうか。まあでもこれは分かんないね、行ってみないと。すごいインドが肌に合う可能性もあるからね、やっぱり、そこはもう行って素敵な国なのはもう間違いないからね、そう歴史ある国ね。だからもうちょっとなんとかそういうね衛生面だけ気をつけて。だからあれ、どん兵衛とか持っていっとくといいと思う。いや荷物になるよ。そう10日間はなんとかできるよ多分きついよ10日分のどん兵衛持ってくのはそうだな、もうこれ頑張れとしか言えないわ、頑張ってください。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka @fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカこの後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Just Like This 2025よりサムライハートでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょうなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話教えてくださいということで、今週もいただいております。ありがとうございます。ラジオネームジュノンさん。はい、洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。友達の話です、これは友達が学生の頃体育会の時のことです、友達のクラスと相手のクラスは同点というシチュエーション、やってきたのはクラス対抗リレー、足に自信のあった友達はクラスメイトに遅くで回ってきても、俺が全員抜いて巻き上げるかっこよいとアンカーとして自信満々。すげえ。いざリレーがスタートすると、我がクラスは相手のクラスに対して
結構リードしていますしかし嫌なここでオチが見えるな力を抜く友達ではありません。全力で走り切ってやる、うんそう意気込んでバトンを受け取りました、うん友達は今までで最高の走りを見せゴール目前、うん目の前に猛スピードのセミが飛んできてぶつかりました田舎で育った人ならわかると思うんですが、セミと全力でぶつかるとめっちゃ痛いんですなので友達はのけぞるように転倒。しかし周りはセミが見えてないので友達が余裕ぶってこけるってパフォーマンスをしたと思い心配ではなく大ブーイその後順位を落とすことなく1位でゴールして弁明できたそうなんですが、あ、よくすごい。輝かしい記憶にセミから泥を塗られたと怒る友達の話でしたいや、おもろい。これはこう、確かに全力のセミめちゃくちゃ痛いんだよね。あのとこったんだ。ある。俺はね、チャリだった。チャリで、うん俺の実家の周りって結構林でわーって、でそこのでしかもね、山の上だったの。はいはい。でちょっと下る、山の上そう、まあ、上の方だ、なんだよ、山で全体で見たら上の方ターザンかなんかですか違う違うそう、上の方にあったから実家が、そうで森の中を細い道をね、結構下んなきゃいけなかったのでやっぱさ、その中学校高校ぐらいの時はさ、うんそこをやっぱチャリでさ、全力でさ、どのぐらい降りれるかみたいなことやるわけじゃん。でその途中にある木々、木々は絶好のセミ捕獲ポイントでもあったわけ。めちゃくちゃセミが多かったのでそこを下ってる時にもうがっつり左目にセミぶつかってきてくっそ痛いね、あれ。そあいつらね、結構硬い。ういやでかいじゃん、うん、ねでかいし硬いから、俺はこけなかったけど、あれを全力疾走して全力のうわってなるよね。ぶつかったらそれは転倒するわって思うただあれセミも速いから見えないよね。そうだよね。周りからは。いやでもよかったわ。なんか俺の考えてるオチとは違った。確かに1位でゴールできたからね、これ言っときながら、すげえ遅くて、抜かれましたっていう話かと思ったから普通に抜かれました。そうあ、よかったよかった。でも怪我なくてよかったですね、続いてラジオネームもち巾着。あら、もち巾着また、健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。これは私の友達が小学校 3,4 年生の頃の話です。友達は当時親の車で流れていたということもあり、EXILE の曲が好きだったそうです、その中でずっと歌詞をとんでもないレベルで間違えて覚えていた曲があったそうです、それは24カラッツトライブオブゴールドという曲の、ファイターズだとしたら自分をごまかすことなど許されはしない、という部分、友達は当時ファイターサトシさんは自分をごまかすことなど許されはしないという歌詞だと思っておりEXILE にサトシさんというメンバーがいて、その人だけ自分をごまかすことを許されないというか自分に厳しいメンバーなんだなと感じていたとのこと、歌詞が聞き間違いだったことも EXILE にサトシさんというメンバーはいないことも中学生になってから知ったそうですこれはあくまでも友達の話ですが、お二人にはそんな経験ありますか面白いねこれ。確かになんかさ、文面だけさ音読せずに読んでると、いやそんな間違いしないだろうと思うけどファイターズだとしたら自分、そのだとしたらがサトシに聞こえる可能性はあるね、これ歌だったら。やる。だから面白いわ確かにな、こういうのあるよね、でも楽曲だと。なるね。俺なんかスマップの夕方パワーなんてるてれれ、なんだろう、あれの最後はいつも全身泡だらけにあるよね、そういうのね全身スパイアの曲でもなんかないのかな、そういうなんかないのか変な歌詞に聞こえたみたいなさ。明日もしね、アイマービリーバーの明日もしっていうところ、もしが学校のもしでしょ。そういやなんか明日もしうまくなんかあれをなんかもしの前の学生とか多いじゃん、やっぱ配給でもしの前にこれ聞きたくないみたいなうまくいかないなんて言うなよみたいなね。それでももしいやちょっとミームになってんのはやっぱレイジの勝ち取りたいものもらい。ものもらいね。物もらい、そう確かにそれはあるかも。俺もだってほぼそう言ってるもん。まあそうなるよね、ちょっと子音強くなったらラに入っちゃうもんね多分ね、なかなか。
いや面白かったこれはそういうのは多いですよねきっと、いや、うんファイターサトシさんファイターズだこの目、うんこの子おもろいなだかこれは本当に、らファイターズ俺ツボだな。ファイターズの S が多分だとしたのとただとファイターサだトシそう多分そういう言い回しのふわりの曲なんじゃない多分これ S がそのままかぶっちゃうみたいなねだに面白いいね。や面白かったありがとうございますということではいこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしています。それでは今日はラジオネームもち巾着さんの友達の話からじゃあ確認もねできるのかなうんこのねフレーズが最後の方だったら確認できないかもしれませんが、聞いてみましょう。EXILE でめっちゃ最後の方か。じゃあじゃあ最後途中からかけてもらえばいいじゃん途中からかけてください聞いてください。EXILE TRIBE で24 Carats Tribe of Gold。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は EXILE TRIBE で24 Carats Tribe of Gold でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩みいただいております、ラジオネームネギさん。ありがとうございます。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。お二人に相談したいことがあります、はい。それは苦手なことや気が進まないことに直面した時、どうしても回避したいという気持ちをどう克服するかということです、締め切りがある以上やらなければいけないことは分かっています、時間をかければ解決できることもこれまでの経験からは理解はしています、ですがどうしてもやる気が出ず、いつも締め切り直前まで動けなくなってしまいます、結局最終日に徹夜で一気にやり抜くというパターンを繰り返してきました、健康に良くないですし、そんな自分も嫌なのですが、いつもこの土壇場モードで何とか乗り切ってしまっています。お二人からやるべきことにすぐ取り掛かるための秘訣やアドバイスをいただければ幸いです。俺も最後までやらないタイプだから。俺もやんないね。聞く相手を間違えています。そうなんだよな結構やんないんだよなどうなんだろうね。でもさ、そのなんていうの、この俺らの場合さ、やらないことリストとして多分最上位に上がるのはさ、アンケートじゃん。そのマネージャーからアンケートが送られてきて、多分でも俺来た瞬間にやる。偉い。割とそうですよね。偉いね。それ忘れちゃうんだよね俺。そう来てたこと忘れちゃう自分を知ってるから、もう来た目に入った瞬間に、もうその場でやる。偉い。じゃあもうそれが答えじゃん。すぐやる。すぐやる。もうこのネギさんの答えはすぐやる。すぐやる。それが一番だと思うな。一回すぐやってみればいいと思う。意識して。でもさすぐやれるのもさ、そのすぐやれない時あるじゃん。あるね。パッて見て、いやでもこっちやってるみたいな、で俺とかだとさ、そのドラム叩いてる途中とかに、休憩の時とか、パッて見て、しまっちゃったらもう最後なわけよ。でもうドラムなんか叩こうもんなら、全部を忘れるから、その、リソースが全部さ、急にドラムに行っちゃうから、俺の場合、俺は無理なんだよね。俺はだから何かをしてる時に、例えばじゃあ来ました、これをやってくださいって来ました、一旦見ない。でもさ、そのさ既読がもうつくわけじゃん。既読をつけない。こうやって拡大してみるってこと？いやもう拡大すらしない。でもそのさ、その通知だけ見る。通知に出るんだ。で緊急で、俺は通知でその最初の何文字かは出るようになるじゃん。いやじゃあ通知消しといた方がいいよ。それ通知さ、あれ持ってかないタイプだっけ？なんかいろんなイベントごととか、いわスパイアのことで、その登壇何かにするときに、いやラジオでもいいや、持ってかない。携帯を、要はスマホを自分のポケットに入れたままいかない。その人前に出るとき。そう持ってかない。偉い。じゃあいいね。俺ずっとさ入ってるからポケットに、もう通知全オフなんだよね。それが良くないね。全オフでなんか緊急性が高かったらすぐ見るけど、これはまだ大丈夫かなって思ったら、一旦じゃあやってることをやり終えてから見てする。偉い。じゃあそれだ。全てはそれです。全てはそれだ。今無理ってなった時は今しない。見ないね。見ない。その通知をつけないね。いやもうそれです。それしかないです。
とりあえずやってみましょう、やってみましょう。そしてそれを習慣化すれば変わってくるはずだから、確かに、まだあります、はいラジオネーム中椎さん、はい、ここ数年ライブに行く回数、そしてライブのために遠征する回数がどんどん増えて困っています。以前はツアーの中で近くの1箇所だけ行っていたのですが、最近では複数箇所行くようになり、またフェスなどで新たに知ったバンドなどのライブでも、行くようになり、増える一方、一昨年は13回だったのが去年は17回、今年はすでにチケットを確保しているだけでも21回。すごい。ライブやる側に、聞くのもなんですが、どうすればこの行きたい衝動を制御できるでしょうか。しなくていいんじゃない？しなくていいしね、その物理的にさ、なんかお金が本当に借金してまで行ってますみたいなことだったら考えるけど、その自分の多分稼ぎとかさ、いろんなこの自分の趣味に使える、お金の範囲でやってるわけだからね、多分いいんじゃないかね。だし今いけるだけ言っといた方がいいと思うな。いやそうね、マジでそう、ね、また、いつ世界がどう変わっていくかは分かんないじゃん。本当そうなんだよね、いや今はね行ける時に言っといた方がいいと思う。まあバンドもそうだけどアーティストとかもさ、結構やっぱり近年なんていうの、本当に唐突に辞める人とかも多いじゃん。そうね、それは病気だったりいろんな理由で、だからそういうのも考えると、見たいと思ったものは見といた方がいいと思う。確かにね、そう辞めるって言ってそのお別れライブがありますとも限らないしね、やんない人増えたよね、増えた本当にこの間やったライブを、最後にさ、いるじゃん。そうそう、だからまあそのお金に本当に限界が来た時に、多分その衝動は抑制できるんじゃないかと思う。もうまあ、もう無理だもんね。そう無理だから、だから借金してまでいかないようにとだけ言っとくわ。そうそう、いやで大丈夫だと思います。いけるだけ言っといた方がいいですよ。まあライブやる側はこういうことしか言えないけど、そうね、やる側もだからそうだよね。そう、もう一本一本がすごい大事だし、やれる、今やれるんだったらね、いっぱいやるっていうあれだから、まあこれはお悩みというよりあれだね、相談だね。いやでももういけるうちに、はい、言っといてください。はい、ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしてるのはスパイアで Just Like This 2025より青です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、俺の、まあ変わってなかったらいいんだけど、この時間帯になってからなんか雰囲気変わったよね、お便りの感じ。まあ変わったと思うし、みんな全員お便り上手くなったね。今まで多分さ、夜中の時間帯だから、夜中も回ってなかったそのいつでもお便り書いていいんだけど、やっぱさ、そのバサラカに送ろうって思った時は多分バサラカの周辺の時間帯になっちゃうじゃん、どうしても。だしテンション感も多分合わせてくれようとしてたよね。そうね、だからお便りの感じがなんかすごくね良くなったと思うし、みんな頭働いてる時にちゃんと書いてるなっていう感じが、やばってもすごい増えてきてる。 MVP ファイターサトシさん忘れられないぐらい面白い。これいやめちゃくちゃおもろかったね。これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで何点かお知らせものです。現在スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD 発売中です。そして今年の Just Like This 2026は、日韓開催です。Day1 韓国は9月5日土曜日キンテックス第2展示場、Day2 の日本は9月26日土曜日山梨県川口区ステラシアターです。ぜひ遊びに来てください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。
X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、はい、ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。